はい、どうも、こんにちは、クワトロです。土子戦場もね、残りあと2週間もないということで、ちょっといつものタイミングよりは遅れてしまったんですが、地属性のガチ勢対談のコーナーです。ということで、本日はね、いつもやってるその上石に対しての移行ですとか、その土属性をどういう風に強化していくかっていう風なところの、いつものベーシックな対談になっていますね。ということで、前回のフォリアの対談の時に、先にも来てもらって一緒にお話しさせていただいたんですが、本日も、ママアジさんに来ていただきました。では本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。メイド系 VTuber ママアジです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、前回のそのフォリアの時の対談に引き続き、本日もママアジさんに来ていただいたということで、土属性なんですけどね、環境が、フェスが来るたびに、いや、土属性には最強のリミテッドキャラクターが来るんやみたいなことで言われつつ、ずっとフェイントをかけられてるんですがそうですね。やっぱあれですか、もうちょいなんか一息欲しいみたいなところってぶっちゃけあります？そうですね、約定武器はもちろんなんか編成のね軸となるキャラ一体欲しいなと思っちゃったりはしますけどね。あれですよね、その他の属性だと言いますもんね、なんか涅槃とかパーシバルとか、俺はみたいな、俺はオーバースペック、オーパーツやみたいなキャラいますからね、本当に。自己主張が激しめの、これが強いんやっていうね、秀でた一元を持ったキャラが欲しいかなというふうには思いますね。編成の軸にもなりますし、いろんなムーブがね、組みやすくなると思うので、皆さんもっと楽になるんじゃないかなとは思うんですけど。ガチ勢対談も土属性でなんとね、綺麗に一周するっていうその6属性目っていう風なところなんですが、なんか自分も土属性といろいろ考えてるんですけど、今までの属性で一番土属性が難しいですね。そうですね、使うキャラとかもね多分結構多くなってくるので、多分皆さんね育てるキャラとか調整するキャラ難しいかなとは思うんですけど。ということで、現状のそのアップデートを待っている場面もあるかもしれないっていう風なところもあるんですが、土属性のところをねちょっと分かんないんで、ちょっと教えてほしいっていう人も多いと思うんで、今回そういった人のためにになる対談をぜひちょっとやっていければなと思いますので、はい。ではこのガチ勢対談をするときに、その一番最初これもうなんかいつものお決まりのやつなんですけど、その対談相手の人がね、どのぐらいその土属性に入れ込んでるのかをちょっと見せてもらうっていうのところを毎回やってるんで、あれですか、石油ルミナス武器からちょっと見せてもらえますか。いや拙いですけど、今はこんな感じになってます。出たゲイボルグと宝天と幅切りとフルンティングって感じですね。でもなんか珍しいのありますね。そうですね、これはもう僕のアイデンティティみたいなもんで、かなり昔からあるんですけどね。あ、そうなんですか。じゃあもう一番最初に取ったぐらいの。そうですそうです。多分結構昔から、もう上限解放とか何それぐらいの時期から多分取ってたと思うんで。幅切りとかはあんまりちょっと自分も分かんないですけど、でもなんかやっぱ宝天とゲイボとかは結構なんかあれですよね、使いやすそうですよね。そうですね、宝天に関しても、古戦場最近はねあんま日の目見ないですけど、メインに持つ可能性もありますし、ゲームログに関しても両面でやるならいいパーツかなと思いますけどね。あとあれですね、今話題のフルンティングと。そうですね、これを軸にちょっと編成も考えていきたいなと毎日考えてるところなんですけど。じゃあ次キャラのクオン見せてもらえますか。キャラのクオン今こんな感じになってます。昔使ってたキャラに入ってるっていうのもあって、なるほど、いいな。サラーサとナルメア、最近手動のムーブとかを考えてたりもするんですけど、なんかクオン差やばそうじゃないですか今回。新しいキャラが来たら分かんないですけど、現状ね軽く出したいっていうキャラにねやっぱり渡せたらいいなと思うので、サラーサナルメアがね現役な限りはこのキャラに上げてて損はないかなというふうには思ってます。なんかサラースナルメア今から入れるかどうかっていうようなところはちょっと後で聞けたらいいと思うんですけど、なんか現状やっぱりこういったアサシン系とか火力上限が出やすいキャラにクオンが入ってるのがなんかすげえ重要な感じが自分もしてるんでいや羨ましいなマジで。ちょっとこんな感じで水属性にクオンとかも結構捧げてる人がこの対談の動画を今見てる人には多いかもしれないんでそういった人たちのねいい話ができるように、じゃあちょっと今回も対談よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。では、ここからちょっとメインの対談に移っていこうと思うんですが、ちょっと重要な点が2点ですね。まず1点目が、ルミナス武器のフルンティングに対してなんですが、今回はちょっとフルンティングはメインでちょっと話をしないようにしていこうと思います。それがなぜかっていうと、例えばね、ルミナス武器ありなしで、
編成の前提とかキャラの評価が違いすぎるんで、なので多分普通の上石編成とごっちゃにしない方が、一旦分かりやすいかなっていうふうに思うので、全く考慮しないっていうわけじゃないんですけど、今回はあんまりフルンティングには触れないような話をしていこうと思います。で、これについては、フルンティングの話だけしかしないっていう風な対談を、後日ね、アップしようと思うんで、マジでちょっとフルンティング気になってる人には申し訳ないんですけど、ちょっとそちらをお待ちくださいっていう風なことですね。あとは、いつもだと、ムーブレイとかも一緒に見せてもらってたんですよ。そうなんですけど、ちょっとそのもう古戦場も間近で編成ももう詰めていく段階っていう風なところなので、なんかどちらかといったらムーブレイというよりかは、完成形の編成がもうちょっとみんな欲しいタイミングなのかなっていう風に思うので、ウォフマナフの武器が実装されるとか、あとはその極地が来るじゃないですか。そうですね。エスラーとか、あとなんかひょっとしたら次のグラフェスで新キャラが来るかもしれないっていうところを考えると、今多分ちょっとムーブをここで暫定的なものを紹介するというよりかは、そのアップデートが来た後にしっかりしたものを、そのママジさんとか、このクワトロチャンネルとかでその動画として紹介するっていう風な方向にした方がいいと思ったんで、今回はそのムーブ紹介っていうところはなしで、完成形とかいいムーブができたら後日紹介っていう風な感じで今回は行こうと思います。じゃあ実際に編成の組み立て方っていう風なところから、じゃあちょっと一緒に話していきますか。よろしくお願いします。それでは、まず今この対談を見てる人の中にはもう土属性好きで強化してくれてるっていう風な人もいると思うんですけど、なんとまだガレオン勢のねピックアップがまだなんですよね、実は。そうなんですよね。ということで、これから土属性を強化する、次のガレオン勢ピックアップでガレオン勢を狙って引いていくっていう風な人もいっぱいいると思うんで、ちょっと基本的な編成の組み立てからとか、そのどういった武器が優先的なのかっていう風なところを、じゃあ実際に一緒に解説してもらえますか。まず、必要な武器には無課金武器と課金武器っていう風なところがあると思うんですけど、じゃあまず課金武器からですね。主に課金武器なんですけど、基本的に土属性って、他の神石に比べて、カイム君ハイランダーがあるおかげでだいぶね下地の敷居は低いかなとは思うんですけど、それでもマグナとねやっぱり差異を出そうと思うとガレオン勢3本欲しいところにはなってます。でもスターターキットというか、これがあれば始められるよっていう位置づけのあるものが明確に僕は2つあるかなと思ってて、その1つが一振り、でもう一つが人形編になってます。基本的に上石、どの編成ハイランダーとか、ガレオン勢3本使うにしても、この2つは入ってくることの方が多いかなというふうに思ってて、基本的にね火力に噛んでくるパーツにはなってくるので、この辺で基礎火力を出して、あとオプションとかを積むっていう感じになってますかね。じゃあなんかそのガレオン勢がもうほぼほぼ大前提っていう風なところで組むとしてあれですね、ティア1ぐらいのところに一振り人形兵がいるみたいな。そうですね。じゃあその次の優先度ぐらいになると、次何優先させます？次で言うと、セラステスとかナギナタになってくるかなと思います。これも基本的にはもうオプションパーツに限りなくは近いんですけど、やっぱりこの2つがあることによってね編成の幅も広がりますし、やっぱ高難易度とかが目安になってくると思うので、火力というよりかは、編成の難易度とかマグナと差異つけたいよってなるとこの辺の武器が入ってくるかなとは思います。なるほど。じゃあオプションパーツでその2本っていう風な感じなんですけど、なんかワールドエンドとかも結構なんか使う頻度が多いような印象なんですけど、そのセラス投げダタに加えてワールドエンドとかってどういった感じの位置づけですかね？最近は結構高難易度も含め、土属性でねやりたいことが奥義に寄ってるっていうのもあって、ワールドエンド抜けてきてはいるかなと思うんですけど、全然オプションパーツとして強い武器ではあると思うので、あったら選択肢には全然なるかなとは思います。ただこの優先度っていうところで言うとちょっと低くはなってるかなという印象ですね。確かに手動フルオートとかの違いもあるかもしれないですけど、土属性ってアビダメでめちゃめちゃ火力を出していくみたいな、そういう系のキャラって確かに少ないですもんね。ロベリアがいる関係でねアビリティダメージ出してくれるキャラはいるんですけど、恩恵はもちろんあると思うんですけど、優先して作るかって言われると、目に見えた火力とかもっと短いレンジでの火力とかを求めるかなと思うので、この位置づけにしてます。はい、じゃあ、セラステつなぎネタワールドエンドみたいなところの、優先度ティア2以降みたいなところの武器については、こんな感じだと思うんですけど、今なんか画面にも映ってるんですけど、ジャックナイフとか、その排水系の武器ってどういった感じで考えてますかね？
そうですね、まあ今の段階でちょっと排水に寄せる、渾身に寄せる難しいところではあると思うんですけど、ジャックナイフに関してなんですけど、基本的に火力に関与するものになってて、実際ディアスポラでも使ったのも出てますし、多分古戦場でも短いレンジやと排水に寄せてっていう方で使う機会はあると思いますし、実際僕も全然使えてないんですけど、いろんなムーブここから考察していけたらなと思います。役場来たりして、武器枠全然変わると外れるかなっていう位置なんで、難しい位置ではあるんですけど、試しがいはある武器かなと思ってます。でも確かにそっか。そうですね。ガレゼさん役場で5枠で、週末オメガを入れると7枠だから、確かにそうですね。なんか渾身系で寄せるのか、ジャックナイフ入れて排水系で寄せるのかの2択みたいな感じになる感じですもんね、現状。そうですね、その枠が1フリーとか軸探検とかと争ってる形にはなるので、結構 HP のね依存によっても変わりますし、HP 減らすから土属性にもいっぱいいるので、それとの噛み合わせにはもちろんなると思うんですけど。わかりました、ありがとうございます。今課金武器に関しては多分こんな感じだと思うんですけど、今なんかジャックナイフっていうか、その、残りの空きの武器枠に何入れるかみたいな話も出たと思うんですけど、そのジーク探検とかそういった無課金武器についてもちょっと聞いていきたいなと思うんで、なんか幅切りをメインに入っていかつい並びがちょっと見えてるんですが、あれですね、次ちょっと無課金武器で優先度が高そうな武器、個人的に優先度一番高いティア1に置いているのがジーク探検とベンヌユミですかね。ハイランダーやるにしても、それこそ上石でねバチバチハイランダーじゃなくてガレオンツェ3本って並べるにしても、ジーク探検すごく火力に貢献してくれる武器かなと思ってて、2本3本またそれ以上ねもしかしたら使う場面あるかもしれないんで、土ね特にメイン石とフレンド石結構ゴリラとか特殊やったりもするので、ジーク探検ねシンプルに火力に関与する武器で、リミ武器と言われると難しいんですけど、ガチャ武器と遜色ないぐらいの火力出ると思うので、ぜひ集めてね古戦場に臨めるといいかなと思ってます。あとはじゃあベンヌユミですかね。そうですね、基本的にもう役場がないので、ベンネイミに関しても結構本数がいったり、辻子戦場までに頑張って準備していければなと思ってます。ちなみにジーク探検とベンネイムって何本ぐらいずつあるといいですかね。ジーク探検に関しては、特殊とか攻撃とか難しいんですけど、想定してるところで言うと攻撃マックス4とか、ベンネイミで言うとそれこそ攻撃3とかは全然入る可能性の編成もあるので、それぐらい集めておいていただけるといいかなと思います。ジーク探検に関しても特殊1本とかがあると使えるかなと思うので、もう絶対失敗したくないとか、もうこれで終わりたいっていう目安はそこに置いていただけるといいかなと思います。いやでも確かにあれなんですよ、自分最近ちょっと自分のチャンネルで出した動画なんですけど、そのガレオンツェが3本未満でも使えないのかみたいなのをちょっと検証動画出して自分のチャンネルでガレオン勢を2本とか1本とかにしてなんかいろいろ編成作ったりしてやってみたんですけど、こと主導においてはなんですけど、結構やっぱあれなんですよね、なんかジーク探検いっぱい入れたやつが勝つみたいなゲームになっててジーク探検攻撃最大4みたいに言ってたと思うんですけど、かなりなんかちょっと自分としても腑に落ちるところがあって、なんかあれですね、本当に土属性って最近アサシンキャラとかが結構ナルメアとかが未だに主力だったりするじゃないですか。そうなった時なんか変に上限無理よりも火力出した方が火力伸びるみたいな時が結構あったんで、自分の中でも。だからやっぱなんかジーク探検の本数に関してはやっぱなんか今ママージさんが言ってくれたようにちょっと多めぐらいに集めておくのが一番いいかもしれないですね、本当に。なるほど、ありがとうございます。さっきのがティア1って感じですよね、おそらく。そうですね。じゃあ次ティア2とかこの中段の3本の武器って感じですかね。古戦場土属性の石がちょっとイレギュラーっていう話をさっきちょっとだけしたと思うんですけど、メインがバブやったりゴリラだったりとかするので、上石でガリオンツで3本とか入ってても、遊具剣使う時もありますし、あとオールドペルセウスなんかも、結構ね非常に火力の出る武器にはなってるので、渾身とかね攻撃とかいいものがついてたらもしかしたら使うかもなっていう武器で一応見てはいます。あと石勢武器に関しては、いろんなところに入ってくるかなとは思ってます。この下がティア3って感じですかね。そうですね、そこまでね何本も使うかなっていう武器でもあるんですけど、長期戦になればね堅守非常に大事なのでノーフェイスも大事かなと思いますし、ガレオン城もね中長期戦で誰かが奥義打つよとかになると
かなりね仕事をしてくれるとは思うので、いい武器かなと思ってます。確かにあれですね。なんかフローとかでオクトーとかで採用する可能性高そうなんで、確かにガレオン城必要かもしれないですね。ガレオン城とか、ノーフェイス、あと、オルペ、ユグケンとかに関しては1本あればみたいな感じですかね。そうですね。基本的には1本、いいやつ1本あったらいいかなと思うので、今のうちにね、いいやつないかなって自分の倉庫整理しておいてもらうのが一番いいかなというふうに思ってます。はい。ありがとうございます。はい。では、ちょっと武器のところについては、さっき説明もらったと思うんですけど、次、召喚石ですね。はい。召喚石土属性って結構なんですかね。いっぱいありますよね。必要なものが。そうなんですよね。結構入れたいし、ギチギチで、どの属性でもね、言えることやと思うんですけど、特に手動でね、召喚したいとかいう意思が多くなると思うので、さっきの武器と同じく、ちょっと召喚石も優先度が高いものからちょっと教えてもらえますか？土属性に限ったことではないんですけど、一応、優先度一番高くベルゼバブを置いてます。フロートでもね、クイックで入るときもありますし、手動でね、中で打ってももちろん強い石ではあるので、それ一番上には置いてて、その次に、手動でもフロートでも使えるウリエルかなっていうふうに思ってます。ウリエルね、基本手動で召喚効果、奥義ゲージ 30% 上げるものとしても使えますし、中でね、フロートで入ってる分でも、最低限の効果を果たしてくれると思うので、ぜひ、突進んでない方は、きっと輝いてくれると思うので、もしね、土属性頑張りたいなとか、やってみたいなという動きがあるなら、作ってもらえるといいかなと思ってます。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ここが多分ティア1だと思うんですけど、次ティア2とかっていうのはどっから優先しますかね？基本的に僕がティア2に置いてるのはゴリラとマンモスなんですけど、マンモスはフロート用じゃなくて手動で召喚する用で置いてて、ゴリラに関してはもし手動をするならティア1に上げてもいいかなぐらい強い石かなと思ってます。フレンドでね賄えるとこももちろんあると思うんですけど、やっぱり GC にやるとねクイックで入れたりとかやれることも増えると思いますし、もしね150とか手動で頑張りたいよと思ってる人はゴリラ作ってもらえるとちょっと違う動きもできて楽しいかなと思いますし、強い石かなと思ってます。メインでバブを持たないかもしれないっていうのは結構なんか土属性の特色というか、召喚石ね、フレンドの召喚石も黒木に使いたかったりとか幅が広がるかなとも思ってます。またあれですよね、ゴリラをそもそも自分で持ってないとフレンド集め大変ですもんね。そうなんですよね。なかなかね、フレンド枠が拡張されたので多少集めやすくなってるとは思うんですけど、フレンド集めもねいっぱい使おうと思ったら大変ですしね。はい、ではティア2が、ゴリラマンモスとかだとして、その次に優先順位大きくとしたら結構やっぱ気になる石って土多いと思うんですよ。そこら辺もちょっと聞いてもいいですかね。その次で言うと、水着マンドラゴラとかガレオンとかになりますかね。あと土の子とかね、もう全然優秀な石ではあると思いますし、メインで張ったりすることもあると思うんですけど、かなりね作りにくい石でもありますし、って感じではありますね。確かに土の子はあれですよね、いるのとの兼ねがあるんで。そうですね、もし運よく貫突とかできてたらぐらいやと思いますね、個人的には。その限られた今後をどれに突っ込むかみたいなところで、結構リスナーの人も大きい悩みを抱えてると思うんですけど、じゃあ例えばなんかさっきティア2のところにいたマンモスとか、あとオプションっていう風に言ってた水着マンドラガレオンみたいなところなんですけど、この辺りで混合種を突っ込むとしたらどれ優先します？基本的に、突段階と手持ちの混合にもちろんよると思うんですけど、全部無突である状態で1個もしかして石作れるなら、僕個人的には水着マンドラゴラが一番優先順位高いかなと思ってます。マンモスとガレオンはあるかないかっていうのが結構でかいと思いますし、マンモスもねあるないが結構でかいので、マンドラゴラのストレングス結構でかくて、より短いターンになるとこっちの方がちょっと重要になってくるかなというので、マンドラゴラの方が優先順位高いですかね。なるほど、わかりました。あとなんか必要になりそうな石ってありますかね？他属性でいうとね、刻印石の土偶とか
まあテスカもね面白い動くできそうではあるんですけど、まあこのねさっき紹介した水着マンドラゴラとかマモスとかよりはかなり優先順位したかなというふうに見てます。僕もあれですよね、なんか2発目のマナダイバーで使うかとかそういう話ですもんね、おそらく。そうですね、もう本当にその場合は運よく突できてたらとか、もうどうしても編成組みたくて、もう今後1個入れたらできるとかいう風になると、ちょっとまた考えは変わってくるかもしれないですけど、もう個人的におすすめする意味で言うと、さっきのティア通りかなっていう風に考えてはいます。じゃあここまで武器召喚石と聞いてきたんですが、まあ次はね、まあ一番結構重要になりそうなキャラのところですね。キャラの優先度とは言っても、まあ手動フルオートっていう風に結構住み分けで人によってちょっと重要度が変わりそうなところはあるんですが、まず共通して重要になりそうなキャラに関してちょっと最初に聞いていきますか。まあ、共通して重要になりそうなキャラ、まあ、主に火力っていう立ち位置のキャラなんですけど、クリスマス・ナルメアとサラーサとシンダラと、まあ、ガレオン、まあ、基本的にね、まあ、ガレオン以外なんですけど、まあ、ムーブの軸になるかなっていう火力キャラではあるかなと思ってて、まあ、いわゆるバースト何ターン目にこんだけ火力出したいっていう見立てを立てるために必要なキャラやなと思ってます。まあ、ナルメアとかサラーサ、シンダラ、この辺はね、指輪とか耳飾りの源泉がちょっと違うだけでだいぶねダメージ変わったりすると思いますし、まあ、全然ね届くムーブも届かなかったりしますしっていう意味で、まあ、しっかり指輪耳飾り厳選してあげるといいかなというふうに思ってます。でまあ何厳選したらいいかっていう話なんですけど、まあ、地属性においては、まあ、アサシン系のキャラ特にナルメアに関してはまあ個人的に渾身を推してはいます。まあ、よだめで上限とかいうよりは、まあ、しっかりナルメアで火力出してあげる。まああれですよね。ナルメアは指輪耳飾りどっちも渾身で、覚醒タイプとかは攻撃タイプの方がまあ基礎の支えという意味ではやっぱりナルメアはなかなかねダメージ出しにくくて、まあ安定して火力出すならこっちかなというふうに見てはいますね。そんな感じで言うと多分あれですかね。シンダラも同じく指輪耳飾り渾身で攻撃タイプみたいな。火力出すキャラに関してはそれがいいかなというふうに思ってはいます。サラーサとかガレオンとかってはどうしてますかね。なんかサラーサは排水とかになりそうな気するんですけど、耳飾りって排水にします？よだめにします？まあ、サラーサに関しては届きやすいので、まあ、サラーサに限ってだけは、まあ、よだめでも全然ありかなと思うんですけど、土でいうとね、なかなかいない唯一のキャラかなぐらいに思ってます。ガレオンとかもじゃあサラーサと似たような感じです？まあ、そうですね、ガレオンもちょっとね、異色のキャラにはなると思うんですけど、まあ、よだめとか、マクセム連撃とかの方がもしかしたらいいかもしれないですね。確かに。じゃあガレオンは渾身とよだめ耳飾りと覚醒連撃みたいな。そうですね。まあでも確かにガレオンはあれですもんね。まあサラーサとかもそうですけど、なんかというか、まあサラーサはなんか単純に火力が高いみたいなところあるんですけど。そうですね。なかなかね、他のキャラで言うと、まあ武器関連にももちろんよりますけど、ダメージ上限までってなかなかね、届きにくいですし。ガレオンも 3D めっちゃ強いですもんね。そうですね。ありがとうございます。じゃあ次に、まあ、これが共通キャラで、まあ、結構なんか、主軸となりやすいキャラだとして、次、手動編成の主要キャラとかちょっと聞いていきますか。まあ、手動で一応、まあ、限定という風になるんですけど、で、使えそうなキャラは、まあ、水着イルノート、水着ビカラ、ハロククル、まあ、浴衣フォリアもこの辺ですかね。工場ではスカル&バレルガン、オーキス、アダム、エミリア、この辺を使う感じになってくるかなというふうに思います。まあ、スカバルとかはもうなんかムーブ結構もう出回ってるんで見てる人も多いかもしれないですけど、スカバルマジで強いですからね、95とかで。そうですね、まあ、結構ね、土、まあ、限定もそうですけど、サポート入りのキャラも多いので、火力出してくれるメインアタッカーでっていう位置づけになると、このキャラ使うこと全然あるかなと思います。はい、じゃあ手動について、まあ、限定向上っていう風なところでちょっと話したと思うんですけど、はい、まあ、最後にね、まあ、どうしてもちょっと多分外せないキャラであろうカイムについて、いや、クオンも入ってますもんね。そうですね、まあ、本当にね、ムーブ考えがいのある難しいキャラやと思うんですけど、まあ、個人的には、まあね、今回200ヘル、貢献度実際どれぐらい調整入るかわかんないですけど、まあ、200ヘル速度冷たいよとか、まあ、上位目指したいよとか
いう人には、まあ、4アビも含めてしっかり取ってほしいかなというふうには思ってます。もちろんね、手持ちのリソースとの相談っていうふうにはなると思うんですけど、皆無を使う場面になると多分バースト型というか一旦で結構ねガツンとダメージ出す形になると思いますし、皆無くんこいつを編成の主軸にして、200組めたら面白いかなっていうので、個人的にはしっかり強化してってほしいかなというふうに思ってます。やっぱあれですか、4アビは使いそうですかね、やっぱり。そうですね、僕が今考えてる200のやつで言うと使いたいなとは思ってます。ああ、やっぱ200なんですね。150ではね、ちょっと落とすキャラの兼ね合いもあって、使えなくはないと思うんですけど、最速に近しいタイムかって言われると、200でね、嫌なトリガー何個か飛ばしたいとか、着地点がね、あとバーストできるダメージさえしっかり把握できてれば、かわせるとは思うので、ムーブ自体ね、面白いムーブ組めるかなとは思ってます。手動を主にする人で200ヘルをちょっと視野に入れる人に関しては、皆無の4アビ取得をちょっと優先させたいって感じですね。そうですね、手持ちのリソースにもよりますけど、賢者の中でもね、多分4アビの取得優先度的には高くなってると思いますし、土頑張りたいよっていう人であれば、取って損はないかなというふうに個人的には思います。はい。じゃあ今、手動キャラについては、あらかた触れてきたと思うんですけど、じゃあ次、はい、みんな大好きフルオートキャラ、見ていきますか。はい。じゃあ、フルオートキャラについては、今、ここの画面に出してもらってるキャラが、結構優勢って感じですかね。そうですね、フルオートにもね、通常を主にやるものと奥義やるものあるんですけど、土の属性自体ね、ちょっと奥義に偏ってるかなというのもあって、あと時間かかってもいいけど倒したいっていう意味なら、なおさら奥義の方が向いてるかなっていうのもあって、アンスリやモニカ、マキラ、この辺ですかね、限定で言うと。あと工場で言うとサティロスもめちゃくちゃ強いんで、あと言わずもがな、130オーバーであれば、オクトを全然使う可能性あるかなっていうので、オクトを入れてはいます。ぜひフルオートで使ってほしいなっていうキャラではあります。オクトが150レベルになるとあれですもんね、ファウントディスガンがめちゃめちゃ強いですもんね。そうですね、なかなかね、150までしてる人、どれぐらいいるかわかんないですけど、安定して倒せるっていう意味ではオクトすごくいいキャラになっているかなと思います。ちょっと時間はかかっちゃいますけど。やっぱこの辺のキャラを使っていくっていう上で、やっぱあれですよね、その覚醒とか、その LB 厳選とかも結構気になる人が多いと思うんで、ちょっとまたここも聞いていきますか。基本的に奥義打たしたいキャラでいうと奥義ダメ上限がいいかなというふうに思います。ガレオンに関してはさっきの手動とフロートで全然違うんで振り方変えて自分の合う方にね振り方変えてもらったらいいかなと思うんですけど、指輪でいうと奥義ダメ上限、耳飾りでいうと渾身とかをつけてれば無難かなというふうに思います。覚醒タイプに関しては、基本的にはねフロート死なないことが目的でいうと防御タイプつけててもらうのが一番かなと思うので、でも確かに200キャラ防御タイプめちゃめちゃしみるんで、なんかフルオ系のキャラは防御タイプありかもしれないですね、本当に。そうですね、やってみていらないと思ったらもちろん外すこともできるんでと思うんですけど、基本的には防御タイプつけてるのが一番安定かなと思います。やってみてもらうと分かるんですけど、防御タイプあるないでね結構 HP とか体感も露骨に変わってくると思うので、振ってるか振ってないんでね全然違うと思うので、しっかり上げててもらえると活躍してくれるかなというふうには思います。だとあれですか、ここにいる5人に関してはほぼほぼ、でもマキラだけ奥義系のキャラじゃないか。マキラはあれですか、奥義上限つけないで渾身とかですかね。ただ他のキャラもねどうせ奥義打ちたいっていう風になると、奥義上限でも、もっと短いレンジを見るなら渾身でもいいかなと思います。はい。じゃあ、なんか今、マンジさんから、5キャラですかね、解説いただいたと思うんですけど、自分がなんかフロートやってて結構強いなっていうふうに思ったところも、ちょっとこのタイミングでちょっと伝えさせてもらえればなっていうふうに思います。ここに今出てるんですけど、アレーティアとアルルメイヤですかね。
ちょっとここに今映してないんですけど、採集したサラとかも結構強かったりするんですけど、まあ結構やっぱこの辺はアルルメイヤとか結構やっぱ最近変わって、その弱体とかも短縮できたりで、結構なんかその耐久を視野に入れたフルオートっていう風な目線なんですけど、結構なんかやっぱ強いみたいで、この辺はやっぱフルオートするならあってもいいかもしれないですね。あとは結構なんか去年の古戦場とかでも使ったんですけど、200ヘルとかを視野に入れる場合は、そのとにかくダメージが出るアレーティアっていうのは、そうこれなんかあれなんですよね、クラシック行きになっちゃったんで、めちゃめちゃ持ってない人は悲しいキャラになっちゃってるんですが、そうですね。そうアレーティアはフルオでめっちゃダメージ出て強いんで、これもね、そのアビダメ上限を厳選するとか、あとヨダメを厳選するっていう風なところで、まあ、ぜひちょっと育てておいた方がいいかなっていう風に個人的に思ってますね。じゃあフルオートに関してはこんな感じですかね。はい。では、本日もね、ちょっと長らくいろいろ土属性のところについてちょっと教えていただいて、本当に今日ママジさんありがとうございました。ありがとうございました。土子戦場までもう2週間もね、あと10日か。やばいですね。やばいですね。いろいろやばいですね。本当に準備もちょっとなんか想定の部分も結構なんか難しくて、土属性は今回の動画がね、少しでも多くの人に役立てばいいということで、じゃあ、今回いろいろ解説していただいたそのママジさんに、その最後にちょっと告知とか挨拶とかあればしていただいて終わりにしていこうと思います。はい。では、ママジさんよろしくお願いします。はい、改めまして、メルケ VTuber もまじです。本日は動画ご視聴いただきありがとうございました。基本的には僕のチャンネルにて配信を主に活動してます。まあ、土子戦場前にね、土子戦場に向けた動画も出そうと思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしてお待ちいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。そう。で、今回動画の冒頭でも触れたんですけど、いつもやってるそのムーブのところに触れるっていうところを今回あえてやらずに、はい、まあちょっとその極地とかね、そういうところの練り上がったムーブをもし動画にできれば、そのママジさんのチャンネルとか、あと自分のチャンネルでもちょっと投稿していこうと思うんで、まあぜひね、概要欄にママジさんのところチャンネル貼ってるので、ぜひちょっとチャンネル登録していただいて、その今後の動画をお待ちくださいということで、お楽しみにお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今回、この土属性に対しての対談っていう風なところをやってきたんですけど、次回、フルンティングについてね、あえてフルンティングにはほとんど触れずに来たんですよ。もうフルンティング専門、フルンティング本当に取るべきなのかっていう、そのね、フルンティングに特化した対談を、もうその次の対談で、まあ、近日中に出せればという風に思ってるので、ぜひそちらもね、次回をお楽しみにということで、まあ、今回の対談はこんな感じにしていきますか。はい。では、長らくご視聴ありがとうございました。本日の、動画がもし良かったっていう人は、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。